どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回 iPhone 14 Pro がですね、さらに便利になるアクセサリー類ということで探してまいりました。いいもの。何本か動画出してるんですけども、毎回ですね、実際もう本当に自分が使って良かったものだけ紹介しておりますので、本当にね、おすすめするものだけ紹介したいかなと。ちょっとしたことでね、すごい iPhone がですね、便利に変わりますので、特にそのマグセーフアクセサリーっていうもので、使ってない方もやばいよっていう感じなので、iPhone 14 Pro アクセサリー使うと自然と活かせるようなものを選んでおりますので、ぜひね、皆さんも体験していただきたいかなと思います。他の動画も結構好評いただいてますので、ぜひご覧いただければと思います。チャンネル登録お願いします。一つ目、早速いきたいと思うんですけども、まずはやっぱり保護フィルムでございます。2マスですね。毎回紹介してるんですけど、結構売れてるんですよね。実際、毎日のように売れてるんじゃないかなと思うんですけど、もちろんこれじゃないといけないっていうわけじゃないんですが、安定感というかね、品質がしっかりしてますので、非常におすすめしやすいっていうね、ところはあります。品質はもちろんなんですけど、そのコストパフォーマンスの高さですよね。その1000円前後ではあるんですけども、付属品とかもしっかり入ってますし、あとはやっぱ貼りやすさっていうところだと思います。最近ね、基本的にやっぱガイド枠とかついてるもの多いんですけど、そういったものついてますし、初心者でも簡単に貼れますね。ウェットシートとかね、画面拭きとかに関してもちゃんと2つずつ入ってますし、仮に失敗したとしても保護フィルムも2つ入ってるんで、すごい簡単に貼れますよ。僕みたいなズボラ男子でも大丈夫だったので、以前一応動画で実演しながら貼ってるので、参考までにね、見てもらえばと思いますけども、気になる方は。13 Pro とかにもね、1年ぐらい貼ってたんですけど、バリバリになっても、本体の画面は大丈夫でした。で、14 Pro でも半年ぐらいだったと思うんですけども、結局何事もなく、綺麗な状態を維持してくれました。で、縁とかも結構ラウンジエッジ加工っていうので、指の引っかかりとかもないですし、普通に使う分には問題一切なかったです。で、もちろん裸でね、使ってもらうのもいいと思うんですけども、やっぱ落とした時のリスクが非常に高いというか、貼っておく方が僕はいいかなと思います。感覚的に別にあんま変わんないし、落とした時のやっぱ修理費用っていうのが、アップル、例えば直すと、5万円とかかかるわけなんですよね。それが1000円ぐらいで防げるって考えたら、全然いいのかなと。で、あと今回ですね、このベルキンのね、保護フィルム、ガラスフィルムの方も、今こちら使ってるんですけども、これもいいですね。ベルキン自体は Apple Store でも扱われているようなブランドでございまして、こちらもね、付属品が結構充実してて、コスパいいなと思いました。パッケージがやっぱこれ可愛いですよね。緑とこの白で洗練された感じがね、ベルキンなんですけども、もちろん保護フィルムとかも2枚入ってたりとか、仮に失敗しても大丈夫ですし、やっぱ初心者でもやっぱ貼れるっていうか、貼りやすかったです、めっちゃ。はい、ズボラ男子でも大丈夫。肌触りとかタッチした感じとかもですね、特に問題ないので、普通にいい。しかも僕が買った時ですね、多分セール時だったと思うんですけど、800円ぐらいだったんですよ。いつも多分1000円ぐらい。それでも安いと思うんですけど、なんでベルキンもいいんじゃないかなと思います。あとカメラフィルムなんですけども、こちらも結構ね、売れておりますね。14 Pro とかね、特にやっぱこのカメラの出っ張りがですね、結構あると。気になる方も多いみたいなんですが、傷がやっぱこれ気になる方はカメラフィルム貼ってもいいかなと思います。コメントでもですね、13 Pro だったかな、しか落としてカメラ部分が割れてしまいましたっていうね、方もいらしたみたいで、仮に貼ってれば防げたのかなっていうところはあります。個人的にはなくても大丈夫かなっていうところはあるんですけど、僕がカメラ割れたことないんで、はい、落とし方によると思うんですけど、で、一応じゃあ保護フィルムありとなしで、例えばじゃあカメラの映り具合で変わるんじゃないかっていうね、コメントとか結構いただくんですが、実際ちょっと取り比べてみたりはしたんですけども、僕の目で見てる範囲では分かりませんでした。普段使ってて、気になることもなかったですし、超広角カメラとか使っても特に問題なかったので、結構いただくそのナイトモードで干渉するんじゃないかっていう話ですが、そちらも一応暗闇で試してみたんですが、3秒間ぐらいですね、動かさずにナイトモード使ってみました。こちらも特に問題はなかったので、本当に相当暗いとかじゃない限りは、そうですね、あんまりその影響は感じなかったです。普段使っててもそうなんですけど、ただ、ケースによってはカメラフィルム自体が干渉するっていうことはあってですね、ケースを取るときにちょっとポロって落ちちゃうみたいなことはありました。これケースによるんで何とも言えないんですけど、それぐらいですかね。ただ僕みたいにその毎日ケースを変えるみたいな、変態なかなかいないと思うんで、普通は大丈夫なんじゃないかなと思います。ということで続いて iPhone ケースになるんですけども、今回は3つぐらい、今この使ってるものも含めてですね、いやーなかなかいいのありました。まず1つ目としては、ESR のクリアケースですね。こちら、ESR さんもですね、結構やっぱコストパフォーマンスが
いいというか、非常にクオリティ普通に高いんですけども、こちらも割と売れております。少しね、柔らかい素材で、クリアケースではあるので、もちろんこの iPhone の、例えばディープパープルとかですね、iPhone 本体のカラーをしっかりとこう見えるとが、非常にいいところで、クリアケースでいいなら、一旦とりあえず最初のケースとして使うのに非常におすすめかなと思います。価格も結構手頃ではあるので、はい。で、そしてしっかりこのマグセーフっていうものに対応してますので、磁石でくっつけてこう充電したりとか、こういったアクセサリー類をつけて使ったりとかもできますんで、磁力も強いし、あと隅にこうエアガードあったりとかですね、ストラップホールとかもあるので、耐久性も割としっかりしてるかなと思います。であとクリアケースで言うとね、前回の動画で紹介したトラスのね、14 Pro 用のクリアケースっていうのも、これリングとかですね、いろいろマグセーフとか、もう本当全部このケースで一体化してるみたいな、最強的なやつを前回紹介したので、あとマットブラックのね、ケースとかもあるので、ブラック系が好きな方もね、結構気に入るんじゃないかなと思いますんで、見てもらえばなと思います。結構面白い機能がいっぱい入ってるんで、ESR 製品もね、あといくつかいただいているものもあるので、ちょっと紹介したいと思いますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。続きましては、シンジマルのシリコンスマホケースでございます。こちらもコストパフォーマンスも高いケースかなと思います。シリコンケース自体はですね、このように死ぬほどあるんですけども、マグセーフ対応のもの、こう磁石でくっつけれるものっていうのは、これ意外と少ない。これショート動画ね、YouTube ショートで動画を上げたんですけど、それも多分1万回以上は再生されたのかあったりとか、これ意外とTikTok の方で投稿したんですけども、8万回以上ね、わかんない、9万回ぐらい今言ってるかわかんないですけど、再生されて結構好評ではあります。これびっくりしたんですけど、僕が。このシンジマルシリコンケース自体は、磁石でくっつけれるマグセーフというものを対応しております。これが素晴らしい。なので、ケースのままこう充電したりとか、後ほど紹介するこのマグセーフのアクセサリーとかね、リングとかもそのまま使えますね。装着できますと。シンジマルのシリコンケース、今ちょっとね、最近使ってなくて汚れちゃってるんですけども、質感自体はね、結構良くて、背面もシンプルで、ただこれね、リングの跡が結構残るんじゃないかっていうね、コメントあったんですけど、これは全部のケースこうなりますね。こういう仕様、アップルの純正ケースにもなっちゃうので、非常にシンプルで、中はこうファブリック素材使われてて、このリングが磁石、マグセーフ対応になってますと。構造的に非常にね、側面のボタンとかも押しやすいので、非常にこれアップルの純正ケースに似てますね。そこもしっかり保護してくれますんで、結構軽量ではあるので、非常におすすめ。で、結構ショート動画とかでも好評なんですが、価格についてもね、やっぱ Amazon でだいたい2500円とか、セール時で多分2000円を切るような価格の時もあるので、純正ケースに比べたらもう半分以下とか値段ではあるので、価格がこういい意味でおかしいんですよね。という感じで褒めてたんですが、やっぱ長期使ってみると今見てもらったようにちょっと汚れとかですね、これ今かなり汚い状態なんで、ここまではなんないと思いますけど、価格もやっぱ耐久性とかはそんなに良くないかなっていうところはあるんで、あくまでやっぱ最初のケースとして価格が価格なんでね、はい、そういうところもあります。やっぱシリコン素材なんで汚れもつきやすいかなと思いますんで、そこはご了承くださいっていうところはあるかな。長期間前から使ってみて思ったところ。ただコスパはめっちゃいいと思います。この上の上位互換のケースみたいなのを見つけちゃったんですよね。これがアラリーみたいなやつ。iPhone、14 Pro 対応ケースで、Amazon でたまたま見つけてですね、マグセーフ対応ケースなんですけど、基本的にはさっきのシンジマルのクオリティが高いバージョンになるかと。上位互換ですね。ぶっちゃけこれにもApple ロゴをつけたら、Apple 純正ケースって言われてもわかんないんじゃないかっていうね、感じなんですけども。で、こちらがさっきのアリーみたいなやつなんですけど、これグリーンですかね。で、これもマグセーフ入って、表面はもう本当にシンプルっていう感じで、カメラ部分もせり出てますし、側面のボタンとかもかなりですね、押しやすい感じで、さっきの、シンジマル同様にですね、中がファブリック素材になってて、マグセーフのリングが入ってます。普通に質感はね、いいんですよね。で、これで実際装着、よいしょと。すると、めっちゃいいですね。非常にグリップ感もあるし、カメラ部分もさっきみたいに出てるし、はい、画面側もちょっと上に、せり出しているので、画面もそのまま直接当たらないと。で、その上で、マグセーフ、リングとかね、こうやって例えばつけたりとか、ウォレット類とかね、つけれるんで、これはめっちゃいいかなって思いましたね。
シリコン素材なのでやっぱちょっと汚れとかはね、ホコリとかはつきやすいっていうのはあるんですけども、なかなか、非常にこれいいかなと思いました。ただそのシンジマルと比べると価格は確かね4000円ぐらいにはなるんですけども、いいかなと思います。シリコンケース好きな人はね結構おすすめです。はい、概要欄に貼っておきます。でここからちょっと案件部分ではあるんですけども、ラミカルさんなんですけども、ケース忖度なしでですね結構いいなと思ったケースです。今回がっつり使いました。2週間以上使ったと思うんですけども、想像以上に良かったっていうか、あんまり正直期待してなかったんですけどこんな言っていいのかあれだけど普通に良かったです。はい、ラミカルさんなんですけども、ケース非常にシンプルでマットなブラックなケースなんですけども、質感はサラサラしてまして、とっても触り心地いいですね。見ていただいて分かるとですね、マグセーフこれリングあって対応になってまして、はい、こういったアクセサリーもちろん付けれるんですけども、磁力も普通に強くてですね、36個の N52 磁石っていうのが入っております。磁力しっかりしまして、でもちろんやっぱ正面のディスプレイ部分とかあったり、大事なこのカメラ部分とかもねの周りもちょっとやっぱ高くなってて、ガンってね雑に机とか置いても直接当たらないようなね、しっかりそういった構造にはなっております。あと軍用レベルの保護力ってことで、実際手に持った時もしっかりなんだろうな、守られているような感じをするんですよね。なんか強いなっていう。四隅のこの角にもエアバッグ入ってますので、非常に守備力高そうな印象を受けます。はい、てか実際高いんですけど、なんだけどもやっぱゴツゴツしてるわけじゃなくて、やっぱこの手に持った時の、質感というかね、肌触りフィット感もあって非常に馴染むなって思いましたね。やっぱケースっていつもねスマホってずっと持ってるもんだと思うんで、この手に馴染む感覚って非常に大事だと思うんですよね。はい、僕結構大事だと思うんですけど、なんでこんな馴染むのかなって思ったんですけど、これ側面にちょっと特殊なね加工がされてまして、これね画像でねAmazon とか見えれば分かるんですけど、網目模様みたいながあって、最初ちょっとデザイン的にどうなのかなっていうね、画像だけ見ると思ったんですけど、この塗装の側面のエッジみたいなところですね、ほんといい感じに手に、フィットするんですよね。何なんだろうねこれね。ちょっと面白いんですけど、使ってみたら多分僕の言いたいことがね分かると思います。すげえフィットするみたいな。結構世の中にこういった例えばブラック系のマットなケースってトラスさんとかねあるんですけども、それも悪くないんだけど、側面触り心地背面良くても側面割とちょっと滑りやすいっていうねケースが割と多いような気がしてます。マットな感じなんでどうしても、そこが結構ネックであったりしたんですけれども、このケースは滑りませんというか、馴染む非常にね触り心地がいいのが不思議です。ゴツゴツしてるように見えるんだけど、持ってみると全然そんなことない。不思議だなと思いました。こういった側面があるケースは、僕も結構初めてかなと思います。初めてこういった構造のやつ見ました。ちなみにボタンとかも普通に押しやすいです。はい、ミュートボタンも押しやすい。気になる点で言うと、気持ちやっぱ防御力が高い分、若干ケースとしては重いのかなというか、一般的なケースよりは少し重いんじゃないかなと思う。ただ使ってると慣れます。ここに関しては。なので僕はあんま重いとは今感じてないです。でこれでいてお値段なんですよ。安い時だと2000円を切るような、セール時とかね、僕今見た時安かったんですけど、これは正直安いと思いますね。正直多分3000円3200、300円とかで売っててもぶっちゃけこれ売れると思います。他のケースより安いのに使いやすいっていうところで、非常に今回コストパフォーマンス一番高いんじゃないかなっていう思ったところではあります。地味にプロマックス用とかもね値段一緒だしね。でもちろんこのディープパープルとかも合うんですけど、ブラック系マットブラックとか特にね相性いいんじゃないかなと思います。このマットな感じでリングついてて、カメラ部分もしっかり、保護されてるっていう感じでね。いやーこれね、この横のなんだろうね、はい、このザラザラしてる感じが網目模様みたいなのが、はい、しかも下もねちゃんと守られてます。これが非常にめちゃめちゃ使いやすいです。もちろん磁石もね結構強いんでね、バーンって音でわかると思うんですけど、多分パーンっていくんでね。でこのリングなんですよ。このケース自体ももちろんこれ単体でもね普通に持ちやすさっていうのはあるんですけども、やっぱリングですよね。これやっぱ組み合わせるともうほぼ最強になりますね。いろいろリング自体あるので、もちろんこのラミカルのやつじゃなくてもいいんですけども、アンカーのやつとか例えば、非常にやっぱ安定感あって、横向きとかアンカーのやつもねいけますし、取り外しもやっぱ簡単、やっぱ磁石なんで。はい、それでいてやっぱ価格も基本的にお手頃、2000円前後とかでやっぱあるので、本当リング派じゃなかったんですけど、もっと早く使えばよかったって思ってました。僕はね思いました。ただ普通のやつだとやっぱ固定式ってとこで使いづらかった部分があったんですけども、今回いつも紹介してるラミカルさんのマグセーフ360度回転するリングなんですけど、正直これ言っていいですか？これめっちゃ売れてます
ベストセラーには一回なってたのかな、ちょっと今は分かんないですけど、アンカーに勝ってましたね、正直言うとね。別に勝負してたわけじゃないですけど、以前その動画で紹介したっていうのもあって、コメントもですね、結構やっぱ実際購入してもらって、めちゃめちゃ良かったですみたいなコメント結構あったんで、それが実際届いてね、使ってもらって分かって良かったなと思いました。なんでおすすめする理由としてはやっぱリングがこう360度動くっていうね、ところをですね、他のスマホリングは基本やっぱ固定されてるので、もう左手とか右手で持ったりするんで、結構位置の微調整、普通のリングだとこう一回取り外してこうカチッてねはめる動作が必要なんですけど、それが必要ないと。あとデザイン自体は普通にかっこいいので、結構ブラックな感じで、特にこの今のラミカルね、さっき紹介したケースとめちゃくちゃ合うんですよねこれはまさかだったんですけど、これを別に期待して送ってもらったわけじゃないんですけど、なんとなく合ってしまったというね、めちゃめちゃ相性が良かった。特にこの側面のエッジが滑らないんで、このケース自体も、リング自体もね黒っぽくてですね、さりげなくてロゴとかも入ってていいなと思います。結構アンカーのやつとかちょっとやっぱマットな黒色っていうかグレーっぽい感じなので、個人的にはこのラミカルの方が、僕は好きかなと思いました。デザイン的には回転式だとやっぱ横向きで使う時に角度調節とかやりやすいんで、そこはいいかなと思います。はい、ただ縦置きに関してはちょっとこのあんまり置けないんですけども、動画とかは非常に見やすいですね。付属でリングとかもついてくるので、マグセーフその対応してない機種とかで、iPhone とか Android であってもケースとかにこうリングつけてもらえば使えるので、これも非常に気が利いてるなと思いますね。とりあえずいいんでちょっと買ってほしいなっていうところはあります。今回あともう一つね送っていただいたのがマグネット車載ホルダーですね。これがね、これ意外と良かったです。これもこちらもマグセーフ対応で、普段僕もそんな車ね乗るわけじゃないんで、どうなのかなと思ったんですけども、実際これ使ってみて良かったです。磁石でこうスマホを固定できるタイプのものなんですけども、質感もね非常に良くてですね、この丸い部分みたいなところ金属製のマットな素材で、普通に高級感あってですね、かっこいいですね。なんか MacBook のスペースグレーみたいなイメージ。先ほどやっぱ紹介したケースとかもね、やっぱこのケースとかも非常にやっぱ合いますし、マットな感じで、マグセーフ対応してるのそのままつけれるっていうのがいいかなと。しっかり固定自体もできて、結構自由にその角度調節もできますね。上下というか前と後ろ調節とか、もちろんこれ360度ね、これもね、回るんですよね。のでかなりその角度の自由度というか使い方の自由度は結構高いかなと思いました。磁石の磁力自体も、十分強いですし、スマホをこうつけた状態でもこうしっかり角度調節できるんで、なんか運転しながら普通に見やすかったですね。これが一応実物なんですけど、わかります？この質感がめちゃめちゃいいんですよね。このなんかちょっと MacBook っぽい感じで、角度もかなりですね、前と後ろでこれめちゃくちゃ回りますめちゃくちゃ回りますね。かなり回るんで自由度は非常に高いのかなと思います。付け方もねちょっとよくできてるなっていうのがあって、このフックの部分をわかるかな、こう回すとねこうフックが出てくるんですよね。このなんか伸び縮みしてるの分かります？これであとエアコンのとこにカチッとつけて感じですかね。イメージ的に、iPhone とかこうつけて使うっていうね。磁力は普通に強い。結構なかなかこう振っても落ちない。こういったような、回せるんでいろんなこう使い方ができるなと思います。付属品とかもねしっかりとリングとかもついてるんで、ここら辺もなんか価格の割にすごいちゃんとしてるなと思いました。それにリングも2つぐらいついてましたね。ワイプシートとかクリーニングワイプとかめちゃめちゃついてんだよねこれ車載ホルダーなのに気が利いてるよなっていう、ラミカルさんすごいなって思いました。この辺はね、リングだけでもやっぱ1000円ぐらいしたりはするんで、価格自体今見た3999円だったんですけども、クーポンがあったりとかしたんで、これもなんか値段がおかしい気がするけどね。注意点としてはですね、残念な点としてはやっぱ充電が、やっぱ一緒にできないっていうところはあります。これでカチッとくっつけて充電できるタイプの車載ホルダーとかもあるんですけども、ただそういったタイプはシガーソケットとかに入れて1個ただ塞いじゃうっていうのがあるので、そこは残念かなと。なんで、いつもケーブルでこう挿してじゃあ車で充電してますよっていう人は結構向いてるんじゃないかなと思いますね。下からそのままブサッとさせるんで。ということで気になった方はですね、概要欄にこうケースとかリングをね車載ホルダー概要欄に載せておりますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。今回まとめてねクーポンコードもねいただいております
りますので、概要欄に全部まとめておきます。以前のね、リングのとかはもちろんですね、動画とかもありがたいことに6万回以上再生されてたりしますので、ご覧いただければなと思います。リングとかに関しても。最後はですね、ピタカさんのマグイージースライダー2ですね。一応2ってことは1があったのかっていうところなんですけども、ありました。で、これも結構人気のモデルで、さらに使いやすくなってます。普通にかっこいいですね。正直言うと。こちらが4-in-1 ワイヤレス充電器というところで、iPhone、AirPods、オプションで一応Apple Watch とかも充電できるっていうところで、あとじゃあもう一個何なのかっていうと、モバイルバッテリーとしても使えるというね、これなかなか面白いんですけど、内蔵されてまして、普段はこの据え置きの充電器として使えるんですけど、外出時はそのままそのモバイルバッテリーとして使えるというもの、優れものですね。でね、結構細かいギミックとかありまして、まずこれスタンドが360度回ります。そしてなんかいい感じの音も鳴ります。はい、回りますと。自分の向き向かしたりとか便利なんですけども、今回から横にサイドに、このスイッチのオンオフみたいなのがついてまして、ここでカチッと押すことで固定することができます。これが結構、地味に便利なんじゃないかなと思いましたね。前のモデルではこの固定ボタンがなかったので、ずっとちょっとくるくる回っちゃう、固定したい時も回っちゃうっていうのがあったので、あとはこの後ろ側にAirPods、これ充電できるんですけど、これをね、磁石でくっつけて、はい、モジュール式になってるんで、この上でAirPods を充電することができると。今ちょっと繋いでないんで光ってないですけど、はい、ここで地位充電できますと。ワイヤレス充電対応してれば大丈夫。あとこの横のドングルに関しては、これね、取り外しできます。で、ここにタイプ C 端子で挿して、アップローチをここに載せてみようかな。イメージ的にはこんな感じですかね。充電することができまして、で、これちょっと面白いのが、なのでタイプ C なんで、ね、このまま例えば MacBook に挿すっていうのもできるし、これキャップがね、ちゃんとここにあるんで、つけれると。で、使わないときはこっちにつけれたりする。ここら辺がね、すごいよく考えられてるんですよね。これはい、こんな感じで。で、これ自体も、取れると。なので、ここにマグセーフ対応のケースとかあれば、ここでカチッと充電できるみたいな感じで、これ結構すごいわ。回るしね。めちゃめちゃこれよくできてる。このマグイージースライダー2も使ってみたんですけど、やっぱ全体的にコンパクトで場所も取らないですし、デスクでね、基本使うのが想定した商品だと思うんですけど、持ち運びも別にできるかなと思いますね。なんで Apple Watch のドングルだけ使ったりとか、MacBook に挿して使うとかね、ギミックがいっぱいあるんで、結構ガジェット好きにはたまらないような製品になってます。で、価格に関しては、ただちょっとピタカさんということでね、それなりのお値段はするんですけども、ただ全てが詰まってるというか、いろんなギミックとか工夫がされている、モバイルバッテリーとしても、使えるというか、モバイルバッテリー自体も結構ね、コンパクトで使いやすい。で、これボタンがなくて装着したらそのままもう充電されるんですよね。ボタンとかないんだよね、これ。なんかつけたら勝手に充電される。で、めちゃめちゃ持ちやすいしね。これも入れて、クオリティとか間違いないので、非常に一度はね、使っていただきたいような製品ではあります。4-in-1 充電器、モジュール式。気になる方はちょっと概要欄からご覧いただければなと思います。ピタカさんのケースとかも含めて前の動画とかでもですね、再生リストとかでまとめてますので、iPhone の動画とか MacBook とかもあるんで、ぜひご覧いただければなと思います。ということで今日もまた長い間ね、ありがとうございました。本当いい製品あるんで、ぜひ概要欄からね、ご覧いただきたいなと思います。お得情報とかも、コミュニティ欄とかでも発信してますので、この動画良かったなと思ったら、ぜひ高評とかね、チャンネルボタン、チャンネル登録かしていただければですね、届きやすくなると思いますので、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。いやー、このケースは良かったね、マジで。こんないいと思わなかったわ。リングとつけると最強です。いやー、ちょっとこれは嬉しい誤算ですな。